大切な家族に危険が迫った時、あなたは身を挺してその人を守れますか。2025年10月20日、韓国キョンギドクリ市深夜の食堂の店先では、一人の男性が店内から引きずり出され、数人の男たちから暴行を受けていました。顔面を何度となく殴られ、倒れてもなお頭部を踏みつけられていたその男性の名はキム・チャンミン。障害を持つ息子を男手一つで育ててきた彼は、人々の苦しみに寄り添う作品を送り出してきた映画監督でもありました。そしてこの日、キムは息子と食堂を訪れた際、若者のグループとトラブルに。彼はこの暴行で脳に致命的なダメージを受け、約2週間後に帰らぬ人となってしまいます。しかしキムが亡くなっているにもかかわらず、この事件はただの喧嘩と扱われたのです。脳死になるほどの暴行にさらされながら、ただの喧嘩として処理された事件。亡くなった被害者にはどのような非があったというのか。彼の行為は果たしてただの暴力なのか、必死の抵抗だったのか。おそうすけんちゃんです。何それ、やみやみこです。何それ。いや、わかんないよ。わかんない。わかんないよ俺。あんたとうとう自分で自分のことわかんなくなってる。この前ね、はい福岡に帰省してさ、豚骨ラーメンを久々に豚骨ね、福岡といえば。はい。食べたんですはね。いでも私ね、ちょっとみんなが知ってる豚骨ラーメン、福岡の豚骨ラーメンってきっと博多ラーメンなのよ。久留米ラーメンって知ってる？あなた。いや、わかんないです。久留米ラーメンっていうのは、はい博多ラーメンより福岡市の南にある、だいたい久留米市とかね、その地区で発展したラーメンなんだけど、もう豚骨がとにかくくっさいやつなの。でもあなたさ、ぶどうかが好きでしょ、家系ラーメンの。早稲田にあるね。そう、あそこもすごい豚骨の香りがするじゃない。で私、ぶどうかも好きなんだけど、やっぱり博多ラーメンより久留米ラーメンが好きで、東京都内にね、そういう久留米ラーメンを食べられるとこがまだ見つけられてないの。だから、ちょっとみんなに教えてほしいなと思って。あんた知ってる？四谷にめちゃくちゃ臭い豚骨ラーメン屋さんあった。草豚骨で食いたいってことでしょ？そうそう。だからまあね、都内にいる間はぶどうかが私一番美味しいと思ってるから、ちょっとね、みんなも行ってみてね。今回は韓国で起きた殺人事件をご紹介します。これ被害者はね、集団暴行を受けてね、亡くなってしまったんですが、驚くべきことに警察はね、事件をただの喧嘩としてね、片付けてしまったせいで、これ加害者は今も捕まってない。集団暴行事件がただの喧嘩なわけないじゃないのよ。ほんとそう思いますよね、普通は。だから警察は何を見てこれをね、ただの喧嘩と処理したのか。まずは加害者の言い分を見ていきたいと思います。3回殴っただけ。2025年11月7日、韓国キョンギドクリ市病院の一室では、ベッドに横たわる一人の男性を家族が取り囲んでいました。悔し涙を浮かべる家族を前に生命維持装置を外されたその男性の名はキム・チャンミン。彼は病院へ搬送されてから約2週間後のこの日、脳死と判定されたのです。若い頃から映画が好きだったキムは、兵役の後に現場入りし、長い下積みを経て映画監督となった人物。デビュー作のその誰の娘では、警察人権映画祭の監督賞を受賞。以降も10年間映画を通して人の苦しみに寄り添いたいと考え、多数の作品を生み出してきました。最近も母親にまた新しい映画を撮ると嬉しそうに語っていたといいます。またキムは男手一つで障害のある息子を21歳まで育ててきたシングルファザーでもありました。困難も多いその境遇の中でも息子との関係は良好で、周囲からは温かな人柄で知られていたキム。そんな彼が一体なぜ死ななければならなかったのか。その真相をめぐり、事件から数ヶ月後の2026年4月、加害者たちがカラキュラ探偵事務所という YouTube チャンネルに出演。被害者や遺族への謝罪を述べた上で、当日の状況を次のように語り出したのです。2025年10月20日、深夜の食堂では、後に加害者となるイが仲間たちと7人でテーブルを囲んでいた。その店で3倍ほどのお酒を飲み、ほろ酔い気分だったその男。彼は店内に流れる BGM に合わせその曲を口ずさんでいた。すると、おい、静かにしろよ。そう声をかけられたイが振り返ると、そこには鋭い目つきで睨みつける中年男性の姿が。その男性は息子と食事に来ていたキムだった。注意されたイはそれほど大声で騒いでいたわけではなく、他のテーブルの客の方がむしろうるさいくらいだった。しかし穏便に済ませようとした彼は、すみませんと頭を下げると友人と一緒に一度店外へ出ることに。そして店の外へ出たイがタバコを吸っていると、おい、お前いくつだ？店から出てきた中年男性
性のキムは威圧するような物言いでそう声をかける。イは思わずこう言い返した。俺はそんなにうるさくしたつもりはないですし、失礼じゃないですか。もういい大人なのになんでタメ口なんですか。すると中年男性のキムは薄笑みを浮かべ、目の前のイの顔にタバコの煙を吹きかけた。てめえ喧嘩してえのかよ。突然の出来事に思わず声を荒げるイ。彼の友人が止めに入り、煙を吹きかけてきたキムは店の中へ。その場は収まったはずだったが、しばらくすると店内から響いたのは女性客の悲鳴。外でタバコを吸っていたイが振り返ると、そこでは中年男性のキムがとんかつ用ナイフを手にこちらへ迫ってきていた。被害者はとんかつ用のナイフを持って刺すぞと脅してきたんです。それで店の中にいた友人が後ろからヘッドロックする形で取り押さえたんです。そこから危険を感じて思わず殴ってしまいました。加害者のイはこの時キムを3回殴っただけで、まさか相手が死んでしまうなどとは思っていなかったといいます。駆けつけた警察は加害者の説明を聞き、この事件を双方の暴行として処理しました。加害者たちに対しても現行犯逮捕はせず、身元確認だけで帰宅を許可。これは被害者のキムが自力で救急車へ乗っていたことから、それほど重傷ではないと判断してのことでもありました。被害者のことをさ、悪く言うのちょっと気が引けちゃうんだけど、この話を聞くに、まあ被害者にも落ち度はあったんじゃないかしらって思えるわね。でも3回殴っただけで亡くなってしまったっていうのは、それは打ちどころが悪かったってことなんでしょう。まず加害者の話が本当かってことなんですよ。まあそうね。これね、遺族が調査を進めるととんでもない事実が浮き彫りになってくるんです。守るべきもの。暴行を受けたキムは病院到着後、脳出血が悪化。事件の翌日には医師から回復の見込みなしと宣告されます。容体の悪化には搬送の遅れが関係している可能性もありました。現場の近くには大学病院がありましたが、搬送には身元確認や家族の同伴が必要。障害を持つ息子は混乱していて状況の説明ができなかったため、他の同伴者を探す必要があり、手続きに約1時間を要したのです。しかしそうだとしても、その後2週間で亡くなってしまったキムを前に、家族は3回殴っただけという加害者の説明に納得がいきませんでした。また違和感を覚えていたのは遺族だけではありません。警察は事件の2日後に主犯格のイを逮捕すべく傷害の容疑で令状を申請していますが、検察はこの申請を差し戻し、追加の捜査を求めているのです。この差し戻しは被害者が脳死するほどの事態にもかかわらず、警察の報告があまりにも簡易的だったため、捜査が不十分だと判断してのものでした。もう警察には任せていられない。事件に対してまともに取り合う気がないとも取れる警察の動きに憤ったキムの妹と父親は協力して証拠集めに奔走。自ら店舗の防犯カメラ映像の確認や目撃証言を録音して回った彼らが明らかにした事実とは。時は遡り、2025年10月20日の深夜1時前、キムは21歳になる息子と2人で夜道を歩いていました。夜中に突然とんかつが食べたいと言い出した息子。彼は自閉スペクトラム症を抱えていました。自閉スペクトラム症の人は特定の食べ物や行動へのこだわりが強い場合があり、それが満たされないと不安や混乱につながることがあります。深夜にもかかわらず、キムが息子の要望に応じたのも本人を落ち着かせるためだったのかもしれません。キムの息子は言葉があまりうまく話せなかったといい、男親一人で育てるのは大変な側面も多かったはずです。それでもキムは息子が成人するまで献身的に彼を支えました。映画制作で忙しい日々の中でも頻繁に息子との外食や旅行を楽しみ、親子の時間を非常に大切にしてきたキム。この翌日にも彼は息子とキャンプに出かける予定だったのですが、深夜1時、近所の食堂を訪れたキムは息子と2人でテーブルを囲んでいた。近くのテーブルでは20代と思われる若者の集団がお酒を片手に大声で笑い合っている。騒がしいな。キムがそう思っていた際のこと。柄の悪い若者たちに恐怖を抱いてか、息子はうなり声を上げ始めた。感情が高ぶると大きな声を上げることがあった息子。キムは必死になだめようとするが、うるせえな。店の中くらい静かにできねえのかよ。若者グループのうちの一人、イはそう言うと、キムたち親子を睨みつけた。すみません、息子には障害があるんです。キムはそう説明するが、若者たちはさらに罵声を浴びせてくる。このままではまずい。とっさに立ち上がったキムは息子を連れて店を出ようとするが、待てよ。若者グループは親子が出ていくのを許さず、その周りを取り囲んだ。くそ、どうすれば。動揺したキムはテーブルの上にあったとんかつ用のナイフを手に取った。
これ脅迫っていうよりは取り囲まれてる状況でさ、息子を守るためのことだったように思えるわよ。加害者たちに立ち向かったキムはその後どうなってしまうのか。見逃された真実。キムがとんかつ用のナイフを手にしたのは柄の悪い集団に取り囲まれた状況から息子を守りたい一心でのことだったのかもしれません。しかしその行動は加害者たちを興奮させるだけでした。キムはグループの一人に背後から腕を回されきつく首を絞められます。その体勢で主犯格のイはキムの顔面を数度殴打。若者たちはキムをそのまま外へ引きずり出し、防犯カメラの死角となる路地まで引っ張っていきました。 YouTube 動画の釈明では3回殴っただけと話していた加害者のイ。しかし彼はそこからキムの顔面を数十回殴ったり踏みつけたりしたといいます。その最中には動かなくなったキムの体を膝で10秒以上押さえつけるような場面も。他の6人は暴行を止めるどころかその様子を見て笑っていました。キムの息子はあまりにも凄惨な暴行を間近で目撃し、その間何度も失禁。救急車が到着した後、キムは確かに自力でその車に乗りましたが、車内で数回嘔吐しすぐに気を失ったといいます。いや、ここまでひどい暴行を加えてたらさ、警察もただの暴行事件じゃないって分かりそうなもんだけどね。そもそもさ、お店に同席してたお客さんとかに取り調べすればいいじゃないのよ。警察は当初ね、絶対にやるべきそれらのことしなかったんですよ。この判断は医療現場でもよく見られる早期閉鎖という心理で説明できるんです。というわけで本日のメトラキーワード、早期閉鎖について。早期閉鎖とは、十分な事実確認をする前にこれはこういう案件だと決めつけ、その後の可能性を探さなくなる心理のこと。例えば医療現場では診断ミスの多くは知識不足だけではなく、早く決めつけてしまう判断の癖が関わるとされます。内科では最大 75% のエラーに医師の考え方の偏りが関与するという報告も。早期閉鎖の原因は緊急時や疲労時、情報が不完全な状況において脳が過去の経験に基づく分かりやすい説明に当てはめようとすることとされます。脳にとって一番のストレスは何が起きているか分からない状態のため、その状態を早く脱しようと推測から決めつけをしてしまうことがあるのです。警察はキムが自力で救急車に乗ったことや加害者の証言だけでただの酔っ払いの喧嘩と決めつけていた可能性があります。このことには深夜の飲食店での客同士のトラブルという過去の経験に照らし合わせた早期閉鎖が影響していると考えられるのです。店舗の防犯カメラ映像や多数の目撃証言を入手したキムの妹と父親は検察にそれらの証拠を提出。警察は事件を双方の暴行としていましたが、これはどう見ても一方的な集団暴行です。そう言って強く再捜査を求めました。さらにここで検察が調査を始めると、当初の警察の捜査はあまりにずさんだったことが判明。まず警察は加害者の言い分を完全に信じ、実際は数十回の暴行があったにもかかわらず3回殴っただけと報告していました。さらに救急隊に事情を説明する際、何をどう取り違えたか、息子が父親を殴ったという事実無根の話をしていたとも。当然のごとく店の防犯カメラの確認も行っておらず、目撃者であるキムの息子についても障害があるという理由で事情聴取をしていませんでした。一番近くで見てた息子にさえ事情聴取してないってさ、もうなんか、それはもう暴行事件にするのが面倒すぎたっていうことにしか見えないわよ。もう適当すぎるとしか言わざるを得ないですよね。警察の不手際によってね、まともに捜査が進められなかった事件なんですけど、加害者たちの扱い、この後ね、一体どうなるのか。野放しの悪。防犯カメラなどの証拠提出の後、検察は再度警察に追加の捜査を要求しますが、その間にも遺族が SNS で事件を公表し、世論は一気に過熱。真相究明を求める全国的な署名活動が巻き起こります。この動きに検察はもはや警察には任せておけないとみて1000人チームを結成しました。加害者らは拘束されていませんでしたが、警察は2026年3月、暴行に加わったイともう1名に対して再度拘束令状を申請。しかし裁判所はこの申請を2度も棄却しました。棄却された理由は、加害者が定まった住所で暮らしており、証拠隠滅や逃亡の恐れがないというもの。驚かされるのは、加害者のうちの一人は過去にも酒によって無関係の人を瓶で殴っており、犯行時は執行猶予中だったこと。それにもかかわらず、韓国の司法では証拠隠滅や逃亡の恐れがなければ加害者が拘束されないケースもあるのです。捜査は進められているものの、自由の身となっている加害者らはジムに通ったりランニングしたり、思うままに過ごしている様子が近隣住民に目撃されています。このほか加害者の一人は事件後、犯人という名義で楽曲を配信しました。
後に YouTube 動画に出演した際の釈明では、韓国語で犯人を表すボミンというアーティスト名は虎を意味するボムが由来だと説明。本人は事件とは無関係だと話しています。結局楽曲を配信した意図は定かではありません。一方で加害者は事件について周囲に俺の拳はまだ錆びていないなどと自慢して回っていたといい、反省の色がないことは明白でした。また加害者らは YouTube 上では謝罪の意を述べましたが、遺族への直接の謝罪は行われていません。彼らはメディアを通じ謝りたかったが連絡先がわからなかったと弁解していますが、遺族はこれを嘘に決まっていると一蹴しました。いやもちろん判決はまだ出てない以上下手な断定はできないんだけどさ、これ加害者たちに誠意がないことは確かよ。仮に喧嘩の延長でね、殺してしまってね、相手が亡くなったっていう話が本当だとしたら、普通は申し訳なくてアーティストとしてね、曲を配信するとかね、できないですよね。遺族は今も戦っており、警察が防犯カメラすら確認せず重傷を負っていたキムの方にも非があるような捜査の進め方をしたことに憤りを見せています。一人に対し複数人でカメラの死角へ引きずっていき、数十回も暴行を加える行為はもはや喧嘩と片付けられる域を優に超えています。ナイフを持ち出したことについても、大勢に囲まれる中で息子を守るために取った防御に過ぎないとし、遺族は警察の初期の判断に疑問を呈しているのです。裁判所にしても人一人が亡くなっているにもかかわらず、逃亡の恐れなしという機械的な判断での加害者の釈放は本当に正しいと言えるのでしょうか。このようにキムの事件によって韓国の司法の在り方への疑問が多数浮き彫りになったのです。作品を通じて人々の苦しみに寄り添い慰めを与えたいと考えていた情熱的な映画人。周囲からそう言われていたキムは脳死判定後、生前の意思に従い自身の臓器を4人に提供してこの世を去りました。暴行で命を落としながらも4人の命を救ったことはいかにも、生涯を通じて人を救おうとしたキムらしい最後と言えるのかもしれません。事件の日にキムがナイフを手にしたのは息子を守るためだったと訴える遺族。しかしその行動まで双方の暴力とみられ、真相が十分に明かされないまま加害者側は拘束されずに捜査が進められています。同じようにナイフを手に取ったとしても、それは誰かを傷つけようとしての行動か、守ろうとしての行動か。あなたはその違いをどこで見極めるべきだと思いますか？おっすいません、6月6日に福岡のね、オフ会をやろうみたいなことを言ってたんですけど、本当に申し訳ないんですけど、予定開けててくれた方にはね、6月27、28に延期させていただければと思います。すいません。厳密に言うと6月27日の土曜日よね。そうですね、6月27だけ。28は俺らが泊まるだけの日にちでしょ。すいません、本当に。なので、本当にみっともなくて恐縮なんですけど、6月27日土曜日に初の福岡のアルゴのオフ会をさせていただければと思うので、もしね、ご興味ある方はね、改めてね、告知動画を出すので、その際にご応募いただければと思います。そして改めて、6月6日ね、予定開けてくださっていた方ね、本当にね、この度はね、誠に申し訳ありませんでした。真剣に申し訳ございませんでした。というわけで、初のオフ会もね、僕らどんなことしようかなとかね、ざっくりトークショーとかしながら喋る回とかになるかもしれないんですけど、まあいろいろね、考えていければと思いますので、告知の方ね、楽しみにお待ちしていただければと